皆さんこんにちは。少し前の動画でセリアのシャットが動かないという動画と、それから追加で買ったものはちゃんと動きましたという動画をアップしたんですが、その動画で動くものと動かないものの見分け方がわからないという話をしましたところ、その動画のコメントで LINE-i の出代が違うんじゃないかというコメントをいただきまして、改めてですね、この LINE-i の出代ですね、を比べてみたんですね。はい。こんな感じです。はい。比べましたところ、ちゃんと動く方は、この LINE-i の輪っかの部分が3分の1ぐらいリップに埋まってるんですね。で、こちらの動かない方は、この LINE-i の輪っかがもう完全にリップから飛び出したような状態になってます。はい、こうやって見比べてみると、動く方は LINE-i のこの金具ですね。これ8缶って言うんですけども、これが、リップにちゃんとはまってるんですけども、こちらの動かない方はですね、8缶がちょっとずれちゃってるんですね。なので、この部分にですね、ちょっと溝がありますよね、ここ。はい。本当はここにこうはまってなくちゃいけないんですけども、こっちはこう、ここの溝がもう隙間ができている状態になってます。はい、こんな感じです。なので、これただ LINE-i が飛び出してるだけじゃなくて、ここの鼻先から LINE-i までの間隔が違うんですね。ここが狭くなってます。この動かない方は。はい、ここが狭いですよね。はい、こっちは広くなってます。ということで、これが動くものと動かないものの見分け方ということになります。それからですね、最初にこのシャットが動かないという動画をアップしたときに、多くの方から愛字系というコメントをいただきまして、思わず笑ってしまったんですけども、何のことかわからない方のために説明しておくと、愛字系というのは全くアクションしないルアーのことですね。例えばですね、こちら、ジャッカルのセーラミノーというルアーなんですけども、これですね、引くとですね、全く動かずにスーッとただまっすぐ進むだけのルアーになります。これとは対照的なルアーとして S 字系というルアーもありまして、例えばですね、こちらはエバーグリーンのシードライブというルアーなんですけども、このルアーは大きく S の字を描くように動くルアーになります。この S 字系というのはビッグベイトでよく見られるアクションで、I 字系とは対照的な動きになりますね。で、この動かないセリアのシャットの映像を見て、多くの方が I 字系というコメントをされたのを見てですね、このようなダイビングシャットで I 字系って今までに見たことがなかったので、一周回ってこのルアーはシャットの先駆けなんじゃないかなと思いました。で、中には動かない方を探したいというコメントをされている方もいらっしゃいましてですね、この人はこの I 字系の有効性を理解している上級者の方なんじゃないかなと思いましたね。というのも、ルアーの動きっていうのは、動きが大きければ大きいほどいいわけじゃなくてですね、例えばシーバスの定番のルアーのローリングベイトや、マニックなんかもですね、それほど激しく動くルアーではないですけども、シーバスのルアーとしては非常によく釣れる定番のルアーになってます。なので、状況次第では、この動かないシャットも思わぬ効果をもたらしてくれるという可能性があるのかなと思いました。それからですね、前回の動画では、このスレッジと比較して、セリアのが動きがやや小さいという結果だったんですけども、その違いはですね、この LINE-i の1ですね。はい、これが関係してるんじゃないかという話をしました。で、この水中映像を撮影するまでは、スレッジの方が LINE-i が前にあるので、動きが小さくなると予想してたんですね。昔読んだ本にそう書いてあったような覚えがあったからです。ところが結果は予想に反してスレッジの方が動きが大きかったので、自分の記憶が間違ってたのかなと思いまして、その本を見直してみたんですね。それがこちらの本になるんですけども、バサー12月号別冊トッププロ27人がこっそり明かす禁断のシークレットルアーチューン集という本がありまして、これのですね、この田辺さんのページで、
これはですね、ディープクランクとかダイビングシャットとか、リップにラインアイがついているルアーのことだと思うんですけども、ラインアイが前にあるほどタイト、後ろほどワイドになるって書いてあるんですね。なので、自分の記憶が間違っていたということではないんですけども、これよく見るとですね、この挿絵の方は前に行くほどワイド、後ろに行くほどタイトってなってますよね。文章と挿絵が逆になってるんですよね。で、この前の水中映像では、ラインアイが前にあるスレッジの方がワイドで、後ろにあるセリアのシャットの方がタイトだったので、この本の絵の方が合ってるっていうことになるんですけども、ただこの2つのルアー、形はいくら似てると言ってもですね、微妙に形も違いますし、リップの形状も違います。重さやウエイトバランスなんかも違うので、それで結果が変わるっていうこともあると思いますので、結局、ラインアイが前にある方がワイドになるのかタイトになるのか、どっちなんだということで、こちらのセリアのシャットのラインアイをですね、前にヒートンを打って、比べてですね、水中映像撮影していきたいなと思ってます。はい、こんな感じでですね、前の方にもラインアイを追加したものを作りましたんで、こちらでですね、動きがワイドになるのかタイトになるのかというのを確認してみたいなと思います。はい、見てもらった通り、ラインアイの位置でルアーの動きがどのように変わるのかっていうのを確認したところですね、ラインアイの位置が前に行くほど動きがワイドになるという結果になりました。これは前回スレッジと比較した時の結果とも合致しますので、ラインアイが前に行くほど動きがワイドになるっていうことで間違いないと思います。ということで、例の本はですね、結局文章の方が間違ってて、挿絵の方が合ってたということになりますね。なので自分は長い間間違った知識を持ってたということになります。ということで本や、ネットの情報なんかもですね、間違った情報っていうのがあるっていうことで、何かおかしいなと思ったらですね、自分で確認してみるっていうのが一番間違いないのかなと思いました。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。